はい、皆さんこんにちは。TDSW YouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL の第3回になります。よろしくお願いします。前回ですね、座標系の話をしたんですけども、今回はこのテクスチャの UV を使って、最終的にはこのようなズームエフェクトを作っていきたいと思います。手順はすごいシンプルで、まずこの画像を GLSL に読み込む。で、その後に UV を処理して、こういう拡大というか縮小処理を行うことになります。それではやっていきましょう。これを閉じます。で、こっちがタッチデザイナーの画面で、こちらがエディターの画面になります。まず GLSL トップをここに配置します。こんな感じですね。で、エディターを開くと。こちらに GLSL が表示されました。この内容ですね。で、今回使うのは、このコメントアウトされている、デフォルトでコメントアウトされている部分ですね。これをして、こっちをコメントアウトしてみましょう。こんな感じで。エラーが出るんですけど、これ何をやってるかというと、std インプットというのがですね、デザイナーのテクスチャを読み込む関数なんですけど、S がサンプラーでタッチデザイナーの 2D が入るということですね。で、この TD がついているように、これタッチデザイナー固有の関数になります。で、これでテクスチャの UV を読み込んでいるという形です。実際に画像を読み込んでみましょう。Movie ファイル in で、ここですね。で、バナナでもいいんですけども、今回はこちらのお花の画像を使いたいと思います。ここですね。1280×720 となってます。で、これをこの1番のところに入れると。これは0から始まるので0、1、2と。で、これはここの0に対応してます。で、これをつないで、自動的にこの1280の720のピクセルがこの GLSL に入りました。ですね。で、これも昨日やったようにですね、UV でどういう値が入っているか見てみたいと思います。これで0、1と、こうですね。こうすると、ここに XY が入っていて、X が0から1、0から1。で、Y が、0から1と。で、ここが1、1の値になります。はい。で、これまたこっちをコメントアウトしておいて、こちらになります。そのが表示されています。で、これを拡大縮小していくんですけども、UV の値を処理することになります。で、ここで、P という変数を使って、これポジションというほどの意味です。何でもいいんですけども、この UV の値を使います。でこれは P が入ると、この今同じ数値が入っているようになりますね。UVST とこの P が。で、ここで、かける2をすると、こういう感じになります。かける2をしたんで、大きくなりそうなもんなんですけども、逆に小さくなるんですね。で、逆に 0.5 とかをかけてみると、大きくなっていると。こういう感じです。もう一回2に戻して、これがどういうことが起こっているかというのをちょっと見ていきたいと思います。で、もう一回ここで、UV の表示に戻すと、こういう感じになってるんですね。ここで、この P を入れなきゃいけないですね。この P を入れると、こういう感じになります。ちょっと変な感じだと思うんですけど、すでに今度は、さっきまで0から1だったところが0から2のものになってるんですね。ここで2倍にしているので。で、0から1の値はここからここということになります。ここですね。こ
こは00で、ここは実際22になってるわけですね。11はここにあるわけです。なので、0から1の値を持っている画像がここに入っていると。こういうことになります。これを、トップ2で見てみると、こんな感じですね。このトップ2のはデフォルトだと、この真ん中のこの辺の値を取ってるんですけども、この時点で、R が1に、ここからこう、1で変わらないのがわかると思います。X ですね。ここからここ先全部同じなんですね。これを4とかにすると、これが、ここで1になってしまって、あとはここから変わらないと。こういう風になってます。これは置いておいて、また1に戻します。こうですね。で、GLSL のオプションに、ここに Input Extend Mode っていう UV っていうのがあるんですけども、これのデフォルトだと0になってて、これはどういうものかというと、すでに0から1以外の値、0から1、0より小さくて1より大きい値の時にどういう処理をするかというものです。これ0の時は何もしない。で、ホールドにすると、この端っこのピクセルをそのまま表示するというやつですね。右側にガーッといって、上にビヨンって伸びているというのです。で、まだ種類があって、ここでリピートっていうのをすると、こうリピートされるというふうになってます。で、こちらミラーっていうのにすると、こういう反転して表示されるようになってますね。リピートにしておきましょうかね。はい。こういう感じです。で、今度はここの今2になっている変数のところにまたユニフォーム変数を入れてちょっと外部からコントロールできるようにしたいと思います。これを使ってユニフォームフォーム今回はリピートをさせているので uRepeat という変数にしてみます。ですね。で、この uRepeat をここに入れると。こうすると、ちょっとが出てて、ユニフォーム uRepeat が unsigned ないというのが出ているので、今度こそ前回できなかったんですが、これを押すと、ここに自動で入ってくれましたね。で、0.5 なので、逆に2倍の大きさになっているというやつです。で、ここを1にすると、これで、2にすると、こうなりますね。はい。今度はここに数値を入れていきましょう。ちょっとしたアニメーションを作りたいので、まず LFO のランプにします。何でもいいんですけども。で、ここにマス、チョップを入れて、最後にヌルを入れると。ちょっとごちゃごちゃしてますので、どうします。こんな感じで。ここですね。で、ここで0から1の値なので、ここを例えば0から3とかにしてみましょうかね。こうすると、この uRepeat に0から3の値が入るという感じです。で、こういう風になりました。ちょっと忙しい気がするので、フリークエンシーをちょっと下げる。0.5 ぐらいにしときましょうかね。はい。で、このままだとですね、左下が基準でアニメーションをしているので、これを真ん中に持っていきたいと思います。ちょっと一回わかりやすくするために、このリピートを切って0にしたいと思います。であとアニメーションも一回止めようかなと。これを止める。止まらない。これを1にすればずっと1ですね。ずっと1じゃダメだ。2にしよう。ずっ
2の状態にしました。この状態にしました。ちょっと欲しいので、多少は拡大がしてて欲しいので、ちょっとこのぐらいにしておきます。で、これをどうやるかというと、ちょっとここの辺のコードを変えます。クッキー、ダンピー、このコードを2つに分けました。それでここでやるのは、一旦この基準点を少し上に持っていきます。マイナス6。で、一旦上の方に持っていって、今度は、右下の方に持っていく、左下の方に持っていくと。こうすると真ん中で動いてくれるようになります。で、またさっきのこのリピートを入れたりすると、こういう風になると。僕なんでもうちょっと動かしてみたいなと。また03に戻します。こうですね。で、こういう感じのアニメーションができました。で、ここのリピートのまた数値を、例えば、ホールドとかにすると、そうですね、ホールドとかにするとこういう風になりますし、0にすると何もなくて、ミラーにするとこういう動きをしたりします。こういうのを作ってみたんですけども、もしかしたら皆さんすでにお気づきかもしれませんが、この処理って、トランスフォームトップで全く同じことができるんですね。トランスフォームトップ。エラーが出てますが、これをこっちに入れると。こうですね。で、ここの、スケールのところに、ここに入っている U リピートを使います。こうですね。で、これだと逆の動きをしているんですね。これは逆に反対の動きをしているだけなので、こういうふうに割ってあげることで同じ動きになります。で、ここに、先ほど GLSL で見た、何でしたっけ？インプットエクステンドモード UV と同じようなものがあります。全く同じ動きをしますね。ここでリピートにすれば、これが入ります。で、これの場合はもともとこのピボットが 0.5 になっているので、真ん中基準で動くようになっています。これは0にすると、この先ほど動かす処理をした前の状態のようなアニメーションになりますね。こうです。はい。こんな感じで、タッチデザイナーのトップっていうのはですね、だいたい GLSL のラッパーでできてるんですね。基本的にはこういうのをそのまま使っていけば問題ないんですけども、もし結構パフォーマンスが気になる状況というかシビアな状況だったら、こういうのトップをいろいろ使うよりもですね、1個の GLSL でまとめて書いてしまった方がパフォーマンスが上がったりすることがあるんですね。なので、こういうことができるというのを知っていて損はないんじゃないかなと思います。もちろんタッチデザイナーの他のソフトだったらこういうのトランスフォームとか使えなかったりするので、こういう知識は役に立つんじゃないかなと思います。トップはいろいろあるんですけども、例えば、こういう Kinect とか NVIDIA Flex とか、こういうのはもう、SDK 込みのものなので、ちょっと GLS でさっと書くわけにもいかないんですけども、例えばADO とか、サークルとか、こういうのは結構簡単に作ることができます。
で、そういくつかエフェクトをやった後に、プロシジャルドローイングというか、こういうジオメトリックアニメーションというか、簡単なアニメーションを JLSL で作ってみたいと思いますので、ちょっと何回やとかわからないんですけども、興味がある方はその時にまたお会いできればと思います。はい、以上になります。TDSW では YouTube チュートリアルの他に毎月2回程度週末にライブ配信ワークショップを行っています。チュートリアルで TDSW に興味を持っていただいた方、ぜひライブ配信ワークショップにも遊びに来てください。また、TDSW は Patreon を利用しています。現在 YouTube チュートリアル作成支援プラン、ワークショップ動画見放題プラン、ワークショップ動画及びライブ配信動画見放題プランの3つのプランがあります。単体でワークショップに参加されるよりお得になっておりますので、ご検討いただければ幸いです。はい。概要欄にこれらのリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。